ガラスの飛び石、小さいうちなら1万円、 DIY 修理や放置したせいで結局高価になり20万円なんてことめっちゃ多いです。そこで今回は洗車用品メーカーの社長でありガラスリペア職人でもある京都ディテールの中谷さんに修理ができる境界線や絶対 NG な応急処置などプロに直接聞いてきて、この100円玉サイズの傷を職人の技と専用工具でどこまで修理できるか密着取材してきたので、 DIY とはレベルが違う本職の技をご覧ください。お久しぶりです。あ、どうも久しぶりです。この前はありがとうございました。ありがとうございました。この前はでちょっと昨日高速走ってて、はい、いきなりパーンとなって見たらガラス割れてたんですけど、はい、これって治りますかね？これですか？これね。はい。それこの丸いやつ。丸いやつ。これ治りますね。簡単に。治りますか？はい。これほっとくと伸びてくるんで、やっぱ早めに直した方がいいですね。これはブルズアイという専門的な名前で言う。ブルズアイ。はい。ガラスリペア界で言うとブルズアイ、牛の目。牛の目。ここが衝撃点があって、はい、ここにクラックが入ってると。これ中に空気が入ってるからここ黒いんです。ああ、確かに暗くなってますもんね。黒くなってます。小指の爪みたいな形になってるんで。そうなんですよ。なるほどなるほど。でこの黒いのが空気と。そうです。はい。でこれよく見てほしいのが、これだけじゃなくて隠れてる傷があるんです。こう押すとここ伸びてくるの分かりますかね？ああ。これが隠れ傷と言われる。この辺も。はい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 。これ結構。なんか割れてますね。結構割れてる。こうピッてきてるでしょ。はいはいはい。これブルズアイとスターブレイク。スターブレイク。星のような傷の複合傷ですね。コンビネーションブレイクですね。ブルズアイに見えて。はい。ほら。出てきてるでしょ。いや意外とこんな結構割れてたんですね。結構割れてるんですよ。いや。だこの辺これぐらいの傷ですね。これ。はい。あ結構でかい。100円玉ぐらいの傷。でこの傷がねよく伸びてくるんですよ。掘ってたらですよね。温度差とかね、ギャップでガラス自体が歪むので、それに合わせて傷が伸びてくる。はい。なので、この中にレジンと言われる接着剤を流し込んで固める必要があります。で固めてしまったらもうそこから伸びてくることはもうほぼありません。ああ、そうなんです。はい。わかりました。じゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で今からこの機材を使って直していきます。これはプロ用機材です。アメリカのグラスウェルドという会社の機材となっております。これは世界シェアナンバーワンの機材です。でこのキットだけでももう数十万円です。数十万円。はい。これなんで高いかというと、やっぱこの傷の中の空気を抜くインジェクターと言われるものです。これが本当に肝になってまして、これの真空力が半端ないですね。ちょっと見てほしいんですけれども、まず指で押さえます。でこれシリンジになってるんで、これを引いていくと、だんだん真空になっていきます。はあ、こんな感じの指に肩がつくぐらいの真空力。この真空力を持って傷の中の空気を全部取り除きます。これが本当に大事な作業です。傷の中に空気が入っていると、いくらレジンと言われる接着剤を流し込んだとしても空気が邪魔をしてなかなか入っていかないんです。で入ったとしてもやっぱり空気が中に残るんで黒い輪郭が残ります。だから DIY 用のガラスリペアキット1000円とか2000円で売ってるやつ、あれなんか真空力が弱いから仕上がりが悪いんです。なぜかというと空気が残った状態でレジンを流し込むからです。あれですかね、完成した後の見た目がやっぱ全然段違い。違います。全然違います。空気がどうしても残るんで、空気が残るっていうことは黒い輪郭が残るという。ああ、じゃあやっぱそこだけちょっと若干黒くなって見えちゃうってことですよね。そうです。だから仕上がりが残念なことになるんで、あんまりお勧めしないですね。そもそもね、1000円2000円のやつと何十万のやつですもんね。そうです。全然違います。全然違いますもんね。100% 真空にしますんで。はい。では作業していきましょうか。はい。まずセッティングとして、こちらがレジンと言われるものです。でこちらを4滴ほど入れます。1、2、3、4、これで OK です。でこれでセットしておいて、まずは撥水剤。なんかガラコとか塗ってます？前オートメスで塗ってもらったアクアベロックスが多分まだ残ってます。昨日バッチバチに弾いてたんですよ。ああ、弾いてた。まだ弾いてたんで、あれ多分1ヶ月半ぐらい前ですけど、それが残ってるかもしれないですね。これ撥水剤が残ってるとレジンが張り付かないんで、撥水剤をまず取る必要があります。ではちょっと撥水剤を先に取ってきます。ではこちらビトレオラブコスメティカの研磨剤で、これでこの周りをこんな感じで撥水剤をまず取る必要があります。で撥水剤が取れたんで、次は隠れ傷のチェックです。傷の周りを押すとこうひびが出てくるの分かりますかね？
ピッて。ああ、結構なんかクモの巣みたいな薄めのやつが、ああ結構出てる。結構出てるでしょ。これが隠れ傷なんです。でこれをチェックしておかないといけないんです。大きさ的にだって100円玉ぐらいありますよね。これぐらいなんで100円ぐらいありますね。でこう傷がこうピッピッピッと出てるでしょ。はい、出てます。この中にやっぱりレジンを入れないといけないんで、これをまずチェックして見逃さないようにします。はい、で次はこの衝撃点をちょっとこう清掃します。でこんな感じで、次これ多分石、小石みたいな感じですよね。多分そうですね。3ミリぐらいの石かなんか当たって、それで結構小指ぐらいまでいくんですね。何キロぐらいで飛ばしてたんですか？いや、そんな飛ばしてないですよ。はい、あんまりその前の車に近いと、車間が近いと、昨日ドラレコ見たら横のトラックを追い越すときにパンっていったんですよ。ちょうど左後ろぐらい。はいはいはい。ほらトラックは巻き上げたかもしれないですね。多分その可能性あるです。西名阪国道って道悪いじゃないですか。奈良のただの道。ああ、なるほど。はい。でこのドリルで傷を少し整えます。OK です。でこれでレジン入りやすくなったんで、ここからレジンを入れていきます。これは台座です。動くようになってます。潤滑剤に乗ってるんで。やっぱ何事もプロにお任せするのが一番いいですね。素人が適当にやらずに。結局なんか汚なってね、後でまたプロにお願いするみたいなのありますもんね。でガラスリペアってもう一発勝負なんで、DIY で失敗するともうリカバリーができないんですよ。できたとしても汚いです、仕上がりが。絶対ほな初めからプロに任せるのが一番いい。絶対そうですね。ではこちらインジェクターをセットしていきます。何これいやすごいな。鏡見て衝撃点に合わせて合わせためてこの潤滑剤を塗ってます。では今から風圧していきます。中の空気を抜いていきます。なんか3分ぐらい今経ちましたよね。これ2分測ってたんです。2分真空引きして、次入れていきます。これで今液剤が入っていってるんですか？もうちょいしたら入ってきます。これで1分間まず入れます。で1分間入れたらもう一回真空引きします。でそれで 100% 真空になるんです。1回液剤入れてから抜いた方が液剤がその中に残った残留した空気を一緒に連れて真空になるんで、まあ徐々に黒い影がね消えていってると思うんで、でもう一回真空引きします。でこれは1分間。いやこれは素人じゃちょっと無理ですよね。だからそもそも道具がないですね。そうですね。このひびがもう走ってるんで、これはもう無理ですね。丸いブルザイは直せたとしても、このひびが入ってるところには入れられないと思います。DIY では。やっぱちょっとガラス弱いとかあるんですかね、この車。いやありますよ。ありますか？ガラスが薄かったり厚かったりありますんで。前乗ってたマツダのアクセラってやつなんですけど、10年ぐらい乗ってて一度も割れたことないんですよ。多分何回かその石は当たってるとは思うんですけど。まああんまりそこは関係ないですね。たまたま防弾ガラスであろうが何であろうが、この表面のガラスって基本的に割れるんです。どんな硬いガラスでもどんなフロントガラスでも基本的に飛び石当たったら割れます。じゃあ防弾ガラスがなぜね銃弾を貫通させないかというと、このフロントガラスっていうのは合わせガラスになってるんです。表面のガラスと、内側のガラスの中に樹脂の層があるんです。で防弾ガラスはこの樹脂の層がめちゃくちゃ分厚いんですよね。だから銃弾を貫通させないんです。この樹脂のところで防弾を受け止める。そうだから表面のガラスは基本的に割れるんです。そういうことです。どんなガラスがあったとしても。で世界で唯一割れにくいガラスは最近出たラングラーのゴリラガラスですね。でそのガラスはスマホと iPhone とかと同じのゴリラガラスが、そうですね、キーとかでありますね。ゴリラガラスが採用されてるんです。でこのスマホのガラスとこのフロントガラスのガラスの質は全然違うんです。これスマホのガラスってゴリラガラスになってるんで、全然割れないですよ。でもフロントガラスは普通のガラスなんで割れるんですよ、石当てたら。じゃあ入れていきますね。でこれで5分間待ちます。
これは今何をされてはるんですか？これは傷がちゃんと入ってるかどうか押して確認してますね。OK です。はい、はい、でこれで10分が経ちましたよね。そうですね、はい、10分ぐらい経ったんでもうレジンも完全に入りました。レジンが入ったんで、はい、こちら UV レジンと言われるものなので UV 紫外線で硬化するタイプとなってます、こういった普通の光では硬化しないんですけれども、はい、UV を当てることによって硬化します、なのでこちら今360度照射の強力な UV ランプで一気に固めていきます。でこちら今レジンを圧力をかけて入れている状態です、はい、この状態で固めていきます。レジンを入れながら固めます。これが仮固めと言われる工程です。あ、もうじゃあその器具はつけたまんま上からですか？そうです。でこれをしないと、はい、レジンっていうのは硬化すると痩せてしまうんですね、収縮して、はい、なので黒い輪郭が出てしまいます。こちらレジンを入れながら供給しながら固めることによって、はい、痩せた部分にまたレジンが入り込んで固めることができるので黒い輪郭が出なくなります。これが仮固めです。だからこれも DIY ではできないことですね、はい、この仮固めがプロしかできないやつで、これにかぶせます、はい、でここを押すと1分間点滅するんで、はい、1分間硬化させます。これが仮固めです。じゃあこれでひたすら今レジンが固まっていってる感じなんですか？そうです。固めながら入れながらみたいな、入れながら固めてます。固めると細くなってしまうんでね。で細くなったところをさらにまた入れて、そうです。もうパンパンの状態にしてパンパンの状態で固める、完全に固めると。そういうことです。はい。これ DIY のやつはこれ一回器具を全部外して固めるんで、あ、そうなんです。結局痩せてしまうんですよね、固めたら。で黒い輪郭が出てしまうんです、はい、傷の周りに。やっぱそこが DIY とプロの違いと。違いです。そうですよね。工具がだってね、そもそもはね、そんなん持ってないですからね、普通の人。普通の人 100% 持ってない、こんな。だから綺麗になるんです。はあ。理にかなってますね。結構あれですか、お客さん来ますか、ガラスリペア。来ます。あ、来るんですね。募集してないのに来ますね。あ、そうなんですか。別にないですか。別に商売として別にやってないんですけれども、やってくれっていう。これ動画出したら来るかもしれないですね。あ、そうですね。だからまあ動画ネタっていうかのためにちょっとやってるっていうところがあって、まあ普段洗車商材売ってる、まあ本業はそっちなんで、インスタをバズらしたりとか。まあそうですよね。普段の TikTok、インスタを。だから500円玉を超えるようなもう大きい傷直したりとか、2連3連になってるような傷を直したりとかして、動画でバズらしてます。だって結構一番バズってる動画何万再生ぐらいですか？インスタで多分200万再生ぐらいですよね。200万再生はやばいですね。それでもう結構断られることが多いですよ。ガラス屋さんとかリペアさんで、うちではこの500円玉超えてるから無理やと言われる人が多いんですよね。でそれの最終駆け込み寺ではないですけども、最終的にうちに来ますね。やってくれる。ガラスリペア書き込み寺。そう、書き込み寺。駆け込み寺ね。駆け込み寺の。そう。でこれ1分経ったんでこれ外します。はい。でこの器具も外します。はい、でこれで、今この傷の中が固まりました。で次はこの衝撃点を固めます。いや結構なんかもう傷、消えましたね。消えたでしょ。小指の爪ぐらいあったのに今3ミリぐらいの点。でそこからまたそこの点を取っていきます。これで拭いたらほぼほぼもう見えへんようになりましたね、傷ね。でここの中を次は閉じていきます。はい。でこれが閉じる用のレジンです。これで蓋をします。はい。でまたこれで1分間。そうです。1分間硬化と。1分間硬化です。はい。はい。では硬化終了したのでこれを取ります。お願いします。はい。でこれで、ここなんですけども、で今から成形していきます。まず余分なレジンを。ああ、これ固まってるんですね。なんかビニールみたいですね。なんかパッと見。そうなんですよ。でこんなん見たことないんで面白いですね。普通に。普通に面白い。でこれで音がちょっと音が嫌ですけども。でここが、ね、仕上がりを左右する作業なんですよ。はい。こんなもんかな。取りすぎたらダメです。でここからポリッシュしていきます。はい。それもまた専用のそうですね。液剤で。コンパウンドですね。コンパウンド塗って。で僕はこのティッシュでやりますね。ティッシュをめちゃくちゃ固めるんですよ。折りまくって。はい。これを消す。はい。
でこっから次は贅沢コンパウンドグラフェンフィニッシュですね。はい、はい、自社オリジナルのコンパウンドですよね。これでポリッシュしてます。はい、でこれで、まあこんな感じで。ほぼ分かんないでしょ。分からんっすね、あんだけ小指の爪ぐらいあったのに。そうです。まあ多少ちょっとは残るんですけれども、はい、まあウォータースポットとあんまり変わらんぐらいの。そうですね、はい、見えへんですね。映ってないですね。そうでしょ。ピント合わないでしょ。ピント合わないです。いやすごいわ。これで完全に治りましたね。はい、ありがとうございました。ものの20分ぐらいですね。そうです。それぐらいで。へえ。はい。もうこれで傷が伸びてくる心配もないんで。はいはい。でまあこれでまあ乗れるというか、これ乗れます。はい、安心して。はい。一応なんか1日2日ぐらいはなんか洗車とかしない方がいいですか。いやもう大丈夫です。あもう大丈夫です。もう完全に固まってるんで洗車しても何しても大丈夫。さっきの光で。はい。だから水に濡らしてもいいんで、もうすぐ運転できます。でこれ1週間経つともっと馴染んでくるんで、そうなんですね。紫外線でもっと硬化して太陽の太陽で。はい。そうかそうか。もっと馴染んでくると思います。はい。いやありがとうございます。もうあんだけ小指の爪ぐらいあったのにもう分からんすね。どこにあるか分からないですよ。遠目から見たら完全に透明になってるんで、これを DIY 用のリペアキットでやると黒い輪郭が残るんで、結局ね残念な仕上がりなんですけども、まあ一切黒い輪郭が残ってる、完全な透明です。もうほぼ皿というか、まあ元通りというか。そうでしょ。最初この輪っかの傷があったじゃないですか。ありました。で輪っかの傷って結構黒かったと思うんですよね。なんか黒かったですね。黒い影がでその黒い影は一切ないです。ないです。戻りました。ただまああくまでガラスリペアなんで衝撃点のところは多少ちょっと跡は残りますけども、ウォータースポットとあまり変わらへんぐらいの淡路みたいな、水垢と変わらんなみたいな。そうです。水垢と変わらんぐらいのもんがちょっと残るっていう程度で、全然。でこれでもう傷が伸びてくる心配もないんで、もうすぐ運転していただいて大丈夫です。で1週間後、もっとたくさんの日光を浴びて UV を浴びるんで、もっと透明になります。普段は、こういったガラスクリーナーとか洗車用品を売ってる会社なんで、基本的にはガラスリペアの仕事っていうのは本格的には受けてないんですけれども、言われたらやるかなっていうとですね。なのでどっかのリペアさんとかガラス屋さんで、断られたら一旦相談してきてください。公式 LINE で。で京都、ここ森山なんですけども、滋賀県の森山。滋賀県の森山で作業してます。なのでこの辺まで来れる方は、連絡してきてください。最後の駆け込み寺として。最後の駆け込み寺として、基本的に無理って言われるような傷でもある程度は直せますので、例えば傷がビッてこれぐらい伸びてる傷とか、15センチぐらい15センチとかでも直せますし、例えば500円玉を大きく超えるようなこれぐらいでかい傷でも直せるんで、結構な大きさですねそれ。そうです。その代わり動画を撮らせてください。もちろんそういうことですよね。バズらしたいだけなんで、動画撮らせてもらって直すよっていう感じ。そういうことです。はい。じゃあ詳しくは概要欄に書いておくんで、公式 LINE で連絡してください。公式 LINE でその傷を写真撮って送ってきてほしいですね。ほんで直せるかどうかっていうのは判断しますんで。公式 LINE で普通の友達と LINE するみたいな感じですよね。一緒ですよね。そうです。ただ気をつけてほしい。もうガラスの端まで行ってるものは基本的に直らないです。端までそこまで行くともうガラス交換。そうです。真空にできないんで。そういうことですね。端まで行ってると。直せないことはないですけども、あんまりお勧めしないです。そうですね。そこまで行ったら交換した方がいいかなって感じですよね。であと運転席にあるでかい傷とかね、直った後もやっぱ跡は残るんで、ちょっと視界の邪魔になるんで、例えば助手席側とかこの辺とか視界の邪魔にならないところにある大きな傷はリペアがおすすめですけども、運転席にでかい傷があった場合はもうガラス交換した方がいいかもしれないですね。見た目的に。その視認性的に。そう、視認性的に。わかりました。はい。だから1万5,000円でやってます。はい。1万5,000円ぐらいで。はい。また LINE で。はい。LINE で。わかりました。じゃあLINE 書いておきますので皆さん LINE してください。お願いします。はい。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうも。はい、いかがでしたでしょうか。本来であればガラス交換になって、SWIFT であれば20万円ぐらい、他社になるともっとしてたところ、今回は修理で1万5,000円で済みました。ガラス丸ごと交換になると正直結構高いので、自動車保険を使うこともできますが、保険使うともちろん等級が下がって毎月の保険料も上がるので、もしガラス割れたら一旦ガラスリペアができるかどうかプロに相談することをお勧めします。一応 DIY ガラスリペアキットも Amazon で2,000円ぐらいで売ってますけど、やっぱり中谷さんが言ってたように市販の道具では真空にできなくて、黒い影が残ったり DIY では完全に修理できてなくて、
で、だんだんとひびが大きくなって結局ガラス丸ごと交換になった人かなり多いそうなので、もし飛び石で困ってるならお近くのガラスリペア職人に相談するのが長い目で見るとお財布に優しいかなと思います。滋賀県まで来れるって方は京都ディテールさんに LINE して修理できるかぜひ相談してみてください。動画の下にある概要欄に京都ディテール森山店の Google マップ情報や世界中のプロが使う車がピカピカになる洗車用品の情報も全て書いておくのでぜひ参考にしてください。それでは今日はこの辺で最後までご視聴いただきありがとうございました。